今回はゲームマーケット用にパッケージのレンダリング画像を作成したので、備忘録も兼ねて動画を作ってみました。ブレンダーは不慣れなため至らないところもあると思いますので、ここはこうした方がいいよなどありましたらコメントいただけると嬉しいです。この動画はできるだけ難しい話や細かい説明は省いた動画になっています。まずはサムネイルで使用した画像を作っていきます。ブレンダー作業の前に当たりとテクスチャーの画像を用意しましょう。画像の縦の高さが1500ピクセル以上あれば大丈夫です。入稿データなどを使い、2つの画像は同じサイズで作成しましょう。レイヤー機能を使って制作するのをお勧めします。当たりラインの外側を5ピクセルほど開けておくとカメラが引いた時の継ぎ目が綺麗になります。では、ブレンダーの作業に進みましょう。ブレンダーを立ち上げ、ショートカット N を押してサイドバーを開きます。または 3D ビューの右上の左矢印をクリックしても開きます。サイドバーが最後まで開かない場合はアイテムをクリックします。次に初めからあるキューブを選択します。直接モデルをクリックして選択するか、右上のアウトライナーから選択します。サイドバーの寸法に作りたいパッケージのサイズを入力します。X は横、Y は厚さ、Z は高さです。動画ではコロリンベーダーの寸法を入力しています。ミリメートル入力だとメートル表示では小数点以下の桁が非表示になる場合があるので、ちゃんと入力されているかクリックして確認します。ショートカット Ctrl+A を押してスケールを選択し、スケールの値をリセットします。キューブを選択し、ショートカット点キーのピリオドを押してモデルにフォーカスします。オブジェクトモードから編集モードに切り替えます。左上のタブを押して編集モードを選択します。ショートカットタブでも切り替えができます。左上のアイコンから選択モードを面に切り替えます。平面を選択し、ショートカット Shift+S を押してカーソル選択物を選択します。左上のタブを押してオブジェクトモードに切り替えます。右クリックして原点を設定、原点を 3D カーソルへ移動を選択します。位置の Z を0にして地面にめり込んでいるモデルを持ち上げます。プロパティのモディファイヤーを選択し、モディファイヤーを追加、生成ベベルを選択し、角を丸くします。量を 0.5mm、セグメントを4にします。ベベルをかけただけだとカクカクしているので滑らかにします。右クリックして自動スムーズシェードを選択します。これでモデリング終了です。次は UV 作業をします。トップバーの UV 編集を選択します。ショートカット点キーのピリオドを押してモデルにフォーカスします。上のアイコンから選択モードを辺に切り替えます。正面から見て右上、左上、左下、右下の4箇所を選択し、右クリックしてシームをマークを選択します。シームをマークした辺が赤色のラインで表示されます。後ろの上、左、下の3箇所を選択し、右クリックしてシームをマークを選択します。シームをマークした辺が赤色のラインで表示されます。ショートカット A を押して全選択します。上の UV を押して等角で展開を選択します。左のツールバーから回転を選択し、マイナス90度を回転します。トップバーのシェーディングを選択します。追加テクスチャー、画像テクスチャーを選択し、画像テクスチャーを追加します。画像テクスチャーの開くを選択し、用意しておいたテクスチャーを選択します。画像テクスチャーのカラーとプリンシプル BSDF のベースカラーを接続します。トップバーの UV 編集を選択します。ショートカット Z を押してマテリアルプレビューを選択します。テクスチャーが貼れたので UV の設定をしていきます。作業しやすいように分割画面の真ん中を右にドラッグして左の画面を広げます。左上の開くアイコンを押し用意しておいた当たりを選択します。上のアイコンから選択モードを頂点に切り替えます。左のツールバーから移動を選択し、すべての頂点を選択して右に移動させます。UV を当たりのラインに合わせます。
これで UV 作業終了です。次は背景を作ります。トップバーのレイアウトを選択します。ショートカット Z を押してマテリアルプレビューを選択します。また、右上のアイコンからマテリアルプレビューに変更することもできます。左上の追加を押し、メッシュ平面を選択します。位置を Z0 メートルに、寸法を X3 メートル、Y1 メートルに変更します。ショートカット Ctrl+A を押してスケールを選択し、スケールの値をリセットします。左上のタブを押して編集モードに切り替えます。左上のアイコンから選択モードを辺に切り替えます。パッケージ後ろの辺を選択します。右クリック、辺を押し出しを選択します。そのままだと自由に移動するので、Z を押しながら上方向のみに移動させます。大体のところまで上げてサイドバーの Z を1メートルに変更します。プロパティのモディファイヤーを選択し、モディファイヤーを追加、生成、ベベルを選択し、角を丸くします。量を 0.4 メートル、セグメントを8に設定します。左上のタブを押してオブジェクトモードに切り替えます。平面を選択して、右クリックして自動スムーズ精度を選択します。最後にオブジェクトの名前を変更します。変更するオブジェクトを選択してダブルクリックまたは F2 で変更できます。キューブをパッケージに、平面を背景に変更します。これで背景の制作は終了です。次はマテリアルの設定をします。トップバーのシェーディングを選択します。パッケージを選択し、ショートカット10キーのピリオドを押してモデルにフォーカスします。プリンシプル BSDF のメタリックを 0.2 に変更します。背景を選択します。新規をクリックしてプリンシプル BSDF を作成します。ベースカラーの色を変更すれば背景の色を変更できます。今回は白のままで進めます。ではカメラの設定に進みましょう。トップバーのレイアウトを選択します。左上の追加を押して Empty 十字を選択します。Empty の名前をカメラターゲットに変更し、位置を X-0.125 メートル、Y0 メートル、Z0.075 メートルに移動します。カメラの名前をカメラに変更し、コンストレイントを押して、オブジェクトコンストレイントを追加、トラックを選択します。ターゲットにカメラターゲットを選択して、位置を X0.2 メートル、Y-0.45 メートル、Z0.1 メートルに変更します。サイドバー横のアイコンを押してカメラビューに切り替えると現在のカメラの設定を確認できます。もう一度アイコンを押すと元に戻ります。ではライト設定に進みましょう。左上の追加を押して Empty 十字を選択します。Empty の名前をライトターゲットに変更し、位置を X0 メートル、Y0 メートル、Z0.078 メートルに移動します。ライトの名前をライト01に変更し、データアイコンを押します。ライトの種類をエリアへ変更し、パワーを45、サイズを X2 メートル、Y2 メートルに変更します。ライトのサイズを大きくすると影が柔らかくなります。パキッとした影にしたいときは小さくしましょう。コンストレイントを押して、オブジェクトコンストレイントを追加、トラックを選択します。ターゲットにライトターゲットを選択しましょう。位置も変更します。X-1 メートル、Y-0.9 メートル、Z1.2 メートルに変更します。ライトを選択したままショートカット Shift-D を押してライトを複製し、右にずらして配置します。複製したライトの名前をライト02に変更します。データアイコンを押してパワーを4に変更し、位置を X0.6 メートル、Y-0.5 メートル、Z0.1 メートルへ移動させます。次はいよいよレンダリング作業です。サイドバー横のアイコンを押してカメラビューに切り替えます。カメラを選択してレンダーアイコンを押します。レンダーエンジンをサイクルズに変更してデバイスの GPU 演算が選択できる場合は選択します。サンプリング、レンダー、最大サンプル数を256に変更します。今のままでは全体的に淡い色なのでカラーマネジメント、ビューを標準にします。出力を選択してレンダリング画像のサイズを決めます。動画では解像度 X1920 ピクセル、Y1080 ピクセルにしています。フォーマットとカラーを設定します。動画ではフォーマットはピング、カラーは不透明なので RGB にしています。
トップバーのレンダーを選択し、画像をレンダリングを選択します。下のバーが 100% になるまで待ちます。レンダリングが終了したら保存します。画像を選択し、名前を付けて保存を選択します。ファイル名を入力して画像を別名保存を押して画像を保存します。これでサムネイル画像は完成です。次はカメラアングルや背景を変更します。パッケージを真ん中に置いたレンダリング画像を作ります。カメラターゲットを選択し、位置を変更するとカメラの向きを変えることができます。シフトキーを押しながらドラッグすると少しずつ動かすことができます。位置を x0 メートルに変更するとパッケージを真ん中に配置できます。トップバーのレンダーを選択し、画像をレンダリングします。レンダリングが終わったら画像を保存しましょう。次はパッケージの向きと背景の色を変えてみましょう。背景を選択し、トップバーのシェーディングを選択します。ベースカラーの色をクリックして値を0にします。粗さを変更すると質感を変えることができます。数字が高いとマットな質感、数字が低いとツルツルの質感になります。動画では粗さを1にしています。トップバーのレイアウトを選択します。ショートカット Z を押してレンダーを選択します。処理が重くなりますが、最終結果を確認しながら作業できます。パッケージの向きを変えましょう。カメラを選択して位置を x-0.2 メートルに変更します。左から強いライトの光が当たっており、正面と側面の明るさの違いがないため変更します。ライト01を選択して位置を x1 メートルに変更します。ライト02を選択して位置を x-0.6 メートルに変更します。このままでは暗いのでライトのパワーを大きくします。ライト01を選択してデータのパワーを60に変更します。ライト02を選択してパワーを10に変更します。トップバーのレンダーを選択し、画像をレンダリングします。レンダリングが終わったら画像を保存しましょう。以上で今回の動画は終わります。ここはこうした方がいいよなどありましたらコメントいただけると嬉しいです。面白かったという場合は高評価、チャンネル登録、ハイプをお願いします。そしてゲームマーケット2026春に今回パッケージを作成したコロリンベーダーを出品予定です。興味ある方はぜひ遊びにいらしてください。では次回をお楽しみに。さようなら。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあねー。